ニュージーンズに続く注目株、IUNEXT からデビューしたアイリットがデビューから鬼の爆売れ。デビュー曲マグネティックの本音感想会とニキとイロハの TikTok コラボは需要分かりすぎ。アイリットついにデビューしましたね。アユネクは推し額でも追いかけてきたので、アイリットのデビューめちゃくちゃ楽しみにしてました。ちょっとバタバタして折出遅れましたが、個人的な感想も交えながらレポしていき、アイリットのデビューを盛り上げていきたいと思います。エンハイフンが所属するハイブレーベルのビリーフラボから25日にデビューしたアイリットは、昨年6から9月に放送されたハイブが主催のサバイバルオーディション番組 IUNEXT のファイナリストから結成された5人組ガールズグループ。当初は番組放送前からニュージーンズデビュー候補生として注目され、サバイバル番組中も圧倒的実力とビジュアルで人気を集め、最終2位でデビューメンバーに選ばれた4祖がいましたが、1月に突如脱退とハイブとの契約解除が発表されたことは記憶に新しいです。正直4祖は首脳推しでもありましたので、相当ショックというか今でも4祖がいたらどんな感じだったんだろうと想像してしまいますが、現在は韓国出身のユナ、ミンジュ、ウォンヒと日本人のモカとイロハの5人で無事デビューを果たしました。アイリットというグループ名には自主的で積極的な意志、アイイルと特別な何かを意味する代名詞一頭を結合した名前で、2つの田んぼの間に入る動詞によって何でもできて何にでもなれる潜在力を秘めたグループとしての抱負が込められています。現在ハイブの末っ子ブルにあたるアイリット、BTS の生みの親、バンシヒョクプロデューサーの全面的なサポートを受けてデビューしたというのですから、ハイブの気合が伺えます。IUNEXT では結構かっこいい曲が印象的だったので、かっこいいコンセプトで来るのかなと思いきや、デビュー前のコンテンツではなんだかクラスメイトの女子のようなわちゃわちゃ感というか、10代の女子らしさが詰まったようなコンテンツで、どんなコンセプトなんだろうと思っていたけど、いざデビューすると納得。この感じで来たのか、だからあのコンテンツだったのか、気持ちいい伏線回収。デビュー曲マグネティックチェックしたので遅れながらリアクションさせていただきたいと思います。タイトル曲のマグネティックは10代のありのままの感性を表現したような曲と MV に仕上がっており、スーパー惹かれるという歌詞がポイントで、好きな相手にまっすぐな10代の姿を描いています。子供の頃にやっていた手遊びからインスピレーションを受けたというポイントダンスも SNS チャレンジで大人気。結論最高。ハイブから3組目のガールズグループということで、ルセラフィムはガールクラッシュ、ニュージーンズは爽やかでおしゃれなコンセプトで、次はどんなコンセプトで来るのかと思っていたら、可愛いが満点でありながらどこか儚さや闇があり、幼さの中にも大人っぽさやパワフルさもあり、ちゃんと差別化されていてさすが天下のハイブ様でした。やっぱりキングパートはウォンヒでしたね。アイリット自体がウォンヒをデビューさせるためのグループなのではと思ってしまうほど、ウォンヒの雰囲気にぴったりでした。お目目キラキラ。まだまだ幼さがあるのですが、どこか色っぽさがあって、個人的にはどこか雰囲気がウォニョン美があるというか、この子の成長が楽しみです。イロハがグループのマンネですが、独特の雰囲気をまとっていてよき。オンマユコンダン似合うのねイロハちゃん。特に熱いのは何といってもユナオ姉様のアボクイですよね。ここで上目遣いでユナを見ているイロハよき。そしている面のもう一人モカ大活躍すぎんか。アユネクの時からモカはコンセプト消化力が個人的には1位なのではとすら思っていたほどで、どんなコンセプトにもバッチリはめてくる印象だったのですが、裏切らないね。歌声も可愛いしダンスの緩急もしなやかだし、なんせ表情管理がいいですわ。ピコって止まるところのウィンクとか、毎回どんな表情するのか楽しみになっちゃうもん。そして最年長のユナはアユネクの印象では勝ち気で気が強く、でも弱いところも見せる人間味あふれた参加者で、ヒューマンドラマを盛り上げてくれた気がします。可愛いが詰まった曲の中にも大人の色気をプラスしてくれるユナオンに、一部ではユナがアイリットのコンセプトに合っていないという声もあるようですが、イロハーボクイの振り付けマジでこの振り考えた人天才すぎだよ。これ見らたから幸せです。そして最後にミンジュの歌声が大優勝すぎる。アユネクの時からボーカルメンバーだとは思っていましたが、本当にエッジが聴きながらも聴きやすい歌い方で、ミンジュのパートがとてもいいアクセントになって楽曲をまとめていました。ビジュもより一層美しくなられて、ミンジュにはまってしまいそうです。MV では若干の不気味さもあるところがまた考察を盛り上げてくれて、良い。ファンの反応は、オーディションはあまり注目されなかったのにここまでみんな注目してるのはコンセプトが天才すぎるからだよね。
こういうのを待ってた。マジで曲が良すぎる。可愛くて綺麗で儚げで美しくてふわふわしていてどこか夢のような。好きすぎコンセプト。モカが時間を止める時が可愛いすぎて夢かわな世界観大好きすぎる。モカの表情管理がすごい。王妃唯一無二の可愛さだよね。映像を見てると表情作りが甘くて可愛い。目を疑うレベルで可愛すぎる。こんなん全人類が民事の虜でしょ。ではもう皆さん募集地かとは思いますが、アイリットが爆売れしてるってお話もしていきます。韓国の CD セールス集計サイトハントチャートによると、デビューアルバムは発売初週に38万56枚を売り上げ、なんとニュージーンズを超える K-POP ガールズグループの新記録を叩き出しました。なんというロケットスタート。いやー、こんなに売れるとは予想外でしたね。正直アユネクが大盛り上がりとは言えなかったので、とはいえハイブなのでゆくゆくは売れていくんだろうなと思いきや、いきなりこんな爆売れですか。びっくり。そして音楽番組ザ・ショーでデビュー8日で1位を獲得。アンコールステージはとにかく民事の歌唱力爆発してました。またユナ、やっぱりユナがリードしてくれている感じがあって、ユナの存在は大きい気がしましたね。そして新曲が出た時の楽しみの一つ、TikTok チャレンジ。中でも熱かったのはエンハイフン、ニキとアイリット、イロハの兄弟イルメンコラボ。もうこんなの見せてくれるんですか。リリフ所属ということでエンハイフンとは直属の妹ブルにあたるアイリット。両グループの絡みは楽しみでしたが、こんなに早く、しかもメインダンサーで日本人でマンネ同士だなんて熱い。マンネでありイルメンでもある2人のコラボ尊い。ですよねですよね、ニキですよね。リリフ需要を分かりすぎてる。リリフ TikTok の人選神すぎる。これからもエンハイフンとアイリットの絡みを期待してる。ヒスン×ミンジュ、ユナバージョンも出てましたね。もうありがとうビリフ。ミンジュとユナの美貌に挟まれてヒスンがイケ散らかしてました。最後のお辞儀が盲信しすぎて愛してる。エナプの直属の後輩だから楽しみ。ちょっと緊張気味なヒスンオッパ。アイリットの美女タン2人とヒスンさんで画面が美しすぎる。すごいよアイリット。すごいよハイブ。ヨンソがいたらどんな感じだったのかな。ヨンソにもどこかで生き生きと輝いていてほしいですね。とにかくアイリット目が離せません。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。